峠最強伝説。始まりましたホットバージョン。じゃあ谷口さん、はい、久しぶりじゃないですか。ご無沙汰しております。ご無沙汰ですよね。まあね、はい、パワーアップしてたんだよ。あ、なるほど。久々に土屋さんの顔が見て超嬉しいです。ああ、それはありがとうございます。それは何よりだ。はい、ありがとうございます。ね、はい。で、今回は何？今回ですよね。今回はですね、すごいですよ。すごいの。本当すごいです。だって後ろにあるし。あ、もう見えてます。その前にすごいのがあるんです。土屋さんの大好きなしもべちゃんです。しもべちゃんね。はい。2019年ナンバーワンルーキーレースクイーンなおちゃんです。どうぞ。よろしくお願いします。すごいですね。足だね。足のお化けみたいな。恥ずかしいですよね、土屋さんの足がね。すごい土屋さんがかわいそうに見えてきた。谷口なんかほらすごいじゃないですか。僕と土屋さんなんかいかにも昭和の初期の。いつもしもべってヒョウ柄着せられてたのに、今回チーム GO だよ。チーム GO。マクラーレンだよ。スーパー GT の720号車と TCR の5号車を応援しているチーム GO モデルスのリーダー高橋直です。お、なんとなく雰囲気がでもあれっぽいね。八王子っぽい。あれ？ああ。八王子っぽい。八王子出身でしょ。あ、はい。なんでそんなところで情報リークするの？なおちゃんは一度しか狙えない新人賞ゲット。お次はグランプリ。そうなると前人未到のダブル受賞なんです。皆さん応援お願いします。それで今回は何なの？すみません。今回はですね、いよいよトヨタから復活しましたトヨタスープラ A90 スープラ、これを今回持ち込んでおります。でもトヨタ元気あるね。はい。やっぱこういう時代にさ、スポーツカーなくしちゃいけないね。やっぱ絶対にこうなきゃいけないよ、スポーツカーは。いや、僕個人的にはやっぱりスープラが復活したのは本当嬉しくてね。今回はクツコさんの SZR とマックスオリドさんチューニングお前自分のことさんつけるか。マックスオリドチューンドバイ HS、この2台を持ってきました。だから SZR と RZ、だから2リッターと3リッター、分かりやすいです。4発と6発。そうですね。はい。トヨタさんが出してくれてありがたいんですけど、実際のところ納車が遅れてる問題がありますよね。巷の噂でね。今なんか聞いたところによると、今頼むと2021年ぐらいになるとかっていう話もありますし。21年ってことは来年再来年。再来年とか。俺生きてるかね。ちょっと土屋さんギリギリかもしれないですね。チューニングショップとかそういうところにも全然まだ届いてないとかっていう。俺のはなんで早いの？そこなんですよね。なんで早いんですか。おかしいだろ。いや、僕はシンプルにスープラ愛がちょっと少しだけ人より強かったんだ。まあ80スープラから始まりね。やっぱそういうもんだよ。そうかもしれないですね。愛が強かったら納車早くなるんで。だって俺の時もそうじゃん。3人 GTR の時にさ、やっぱこう GTR ファンで高橋邦光ファンでってやったらいち早く来たじゃん。やっぱ愛ですね。愛なんです。愛が大事なんです。なるほど。愛ありますか？ありますよ。よかったです。じゃあそのオリドチューニングとクスコのねチューニングスープラ、これを試してみたいと思います。シンプルにやっぱり2リッターと3リッターがどう違うのかっていうのは多分皆さん興味ありますよね。全然あるね。ですよね。やっぱね4発の方が頭がこう軽いから、それに対して6発の方がどうかな。乗ってからお願いします。なるほど。行ってみたいと思います。どうぞ。磨き抜かれたマシンたちよ、峠を制せよ。あいつより踏み切れるか。あいつよりもっと先へ。奪うはその称号のみ、峠の魔王。今ストリートの究極へ。ついにニュースープラがホットバージョン初登場。その実力を軍祭で試す。この日の軍祭は朝まで雨が降り、路面が乾ききらない状態のハーフウェット。
17年ぶりに復活を遂げたトヨタスープラ。まずは2リッターモデルから。クスコスープラ SZR。 クスコの、メインといいますか、補強パーツですね、これと新開発しました、スタビライザーを装着したスープラを持ってまいりました。開発用に、若干ですけれども、車高を下げた、サスペンションを装着しております。これを、あくまで基本開発の一環としてつけているんですけれども、私どもの場合はクスコの場合やっぱりそのノーマルの持っているイメージといいますか、そのキャラクターですね、ともかくこれを十分に生かそうと、 GT カー的なイメージのところとその走りに振ったところのそこをどこまで両立できるかっていうことを今、開発している真っ最中です。さあホットバージョン初登場ニュースープラ90スープラですけれどもね、4発と6発の違いでねどう違うのか、4発の方が、頭は軽いんでね、その辺をちょっと確認してみたいと思います。さあどうでしょうか。クスコのスープラ2リッターターボ。 DK インプレッション。ハーフウェットがやだな。固形いっぱいあるしやだな、今日の軍祭ハーフウェット。今回 BMW と共同開発となったスープラ。 BM はここ軍祭でもいい結果を残しているだけに期待が持てる。さあ峠の神 FR の神はこのマシンをどう見極めるのか。この辺滑るんですけどフロントが。路面状況は悪いものの様子見一発目のタイムはそれほど悪くない。29秒778。軽いね、動きが軽い。割としっとりしてる。割と乗りやすい。これはちょっといいかもね。スタビが効いてるのかな。しなやかさがあってしっとり感もあるんだけど、割とね安心感があるよね。硬そうなんだけどね、乗った感じはコツ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 きて硬そうなんだけど、スピードが出てくるとしなやかさが出てくる。しなやかさとしっとり感が出てくる。2本目めっちゃやばいんですけど、この路面本当に怖えよ。やべえめっちゃやばかった今。イン側もアウター側も路面がヌルヌルのためコース幅を使い切れない状況とのこと。しかし2本目はタイムを一気に上げてきた。27秒826。怖えよこれめっちゃ怖いんですけどこの路面。台風の後ほんとやばいよこれ。このギャップがすごくこうしなやかに乗り越えるね。コツ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 こう来てるんだけどね、このくらいの60-70キロのスピードだと。だけどギャップの乗り越えなんかすごくいいよ。さあその評価は。乗りやすい。しなやかだしっとりしてるしね、なんかこう裏切りそうなところはない。割とこう攻めやすい車。
ただ路面がねやっぱりこう台風跡なんでアウトガンもそうだなインガンもそうだし苔みたいなねぬるっとしたところがあって怖いよ。1400は感じないね。1300キロ台かなぐらい。ただやっぱり4発だけあって頭の入りはすごく軽いよね。その路面をチェック。確かにこりゃ乗ったら即アウトだ。苔はやばいです。はい、クスコさんの SZR、3リッターの、RZ と比べると車重で70キロ、パワーで、80馬力違います。このフロントの軽さがね、どういう風に3リッターと違うのか、ちょっと僕自身も興味があります。マックスインプレッション SZR。ダウンサス10ミリダウンにスタビがね前後入ってる。スタビが前後入ってる。フロントが 108%、リアが 180% って言ったの。おいいね。ハンドリングいいな。10ミリダウンはあくまでデータ取り用とのこと。ハンドリングすごくいいです。やっぱ3リッターとやっぱハンドリング全然違うね。もうちょっと後ろのスタビが硬い感じがするかな。この3人の中でやっぱりスープライがナンバーワンのオリだ。今回の企画は楽しみで仕方がなかったんだって。路面はやばいがオリダーいつも以上に楽しんでるって感じです。よく曲がりますね。いやフロントの軽さはやっぱりね2リッター面白いですね。ただパワーはやっぱりがぜん3リッターのがあるんだけど、なんだろう、ちょうどいい雰囲気がなんかすごくあるな。これスポーツカーって感じで本当に。いやいいね。ぶっちゃけいいです。いやパワーもちょうどいいのかもしれないな。これ気持ちよく走るにはこのパワー感って非常にいいのかもしれない。すごいなんだろう、エンジンパワーを完璧使い切ってシャーシの方が勝ってる感じがあるんで、すごく安定感を感じますね。2本目。クスコさんの SZR2 周目。いややっぱね本当にさっきも言ったけど3リッターと比べると車重の差がすごく大きく影響してるね。フロントが軽いってこんなに楽しくなるんだなっていう。パワーはね、もちろん3リッターのがあるんですけど、このなんだろうエンジンを使い切るシャシーとのバランスはこの SZR すごい楽しいんだけど、すごく車が軽い。ちょっとああいうところがリアのスタビの硬さが目立つかな。さフロントの入り方が絶妙に楽しいんだよね。タイムは27秒752。十分攻められるよね。このねスポーツオートマも最高にいいですよ。このスタビの効果も結構高いんだろう。車のロール感がすごい少ないもんな。すごい楽しい車だった。そう同じスープラでも3リッター2リッターで結構違いますね。僕個人的にはもちろん3リッターが好きなんだけど、この2リッターのハンドリングは超楽しい。でクスコさんのこのパッケージもすごくノーマルダンパーにダウンさせるとスタビだけなんだけどすごくまとまってる。楽しかった。ノブインプレッション。おお、なんかおお、ちょっと滑る怖い。超
超 FR 好き三人衆の鳥はノブ。 FR が好きなだけにその評価も厳しいはず。苔というかハーフウェットが怖い。与えた操作に対して車の反応を確かめる。なるほど。リアに限ってはすごくいいっすね、こっち。まあ車の違いとしてはやはりパワーはこっちの方が少ないんですけど、エンジンの重さの違いで車のバランスはすごく気持ちいいですね。軽い感じがします。で、味付けの差はですね、クスコさんのこの足はリアのこのギャップに対する伸びたり縮んだりがすごくしなやかですごく乗ってて心地よいですね。ギャップが全く苦じゃないですね。なのでリアがすごくいい感じな風に感じます。でも回答性は少しフロントが逃げそうな雰囲気ありますね。2本目。タイムは26秒414。ここからは普段あまりお見せしない U ターン路。この区間でもノブは全開、車を感じ取ろうとしています。スープラって本当ケツが出ないよね。リアトラクションがすごく入る。車のバランスとしては軽いんでいいんですけど、今日のこの味付けがちょっと僕的には入るんだけど、一回で姿勢が決まらないというか、切って入ってちょっと戻したくなる感じがあって、そこちょっとまだ慣れないですね。そしてついにニュースープラの最上位モデルが登場。マックスオリドスープラチューンドバイ HKS。今回はですね、オリド選手のスープラをお借りして、HKS として、ストリートから、サーキットまでちょっと網羅できるような、パッケージでチューニングをさせていただきました。ついているパーツがですね、まずマフラーが、北米向けの、デュアルマフラーの試作品がついております。あとは、今回の GR スープラから、新しくシリーズ化されましたハイパーマックスツーリング、あと、ヒートエクスチェンジャーの、試作品がついています。HKS としてこれから欧州車のところを、よりちょっと力を入れてやっていきたいなというところもありますので、まずはこの GR スープラから、BMW つなげていったりとか、そういった新たな方向性をちょっと、探っていきたいなというふうに考えています。マフラーに関してはかなり音にこだわりました。より官能的な音をちょっと楽しんでいただけるように、オリト選手にちょっと乗っていただいてテストを重ねて、いろんな仕様をちょっと試しました。その中でより車内に心地よく音が入ってくるように、調整してあります。マックスオリドスープラチューンドバイ HKS、行ってみたいと思います。これは HKS が開発したダウンサツと車高が調節できるダウンサツ、これはねバンプラバーも
専用のを使ってます。あとはエキゾスト、エンジン関係は比較的ノーマルです。あとはブレーキパッドがプロジェクトミュが入ってます。行ってみたいと思います。いい音だな。これはもう開発中のエキゾーストが入っていて、ノーマルよりは、サウンドはかなりご機嫌ですね。車高はフロント25、リア20ミリダウン。ちょうどいい、ちょうどいい。このギャップの多い軍隊でも十分走れるますね。吸収がいい。ノーマルダンパーです。ダンパーも今は調整式なんですが、ノーマルモードです。逆にスポーツモードのダンパーしちゃうとちょっと跳ねちゃうかなって感じがあるんで、ダンパー調整はノーマルです。濡れてて嫌ですね。オリダーはネオバで走行。タイムは27秒507。楽しいじゃん、軍隊走ってもこの車。僕はやっぱこの6気筒のそのトルクフルなエンジンフィーリングがやっぱ好きだな。若干やっぱりフロントが重いっていう人もいるんですけど、このエンジンフィールはね、街で高速で最高なんですよね。一発で曲がれますよ。ここも何の躊躇もなく一発で曲がれるってことは、ハンドルの切れ角も非常に切れるんですね。いや、とにかく音がいいな。音が好きだな俺。このアクセル戻した時のバブリングの音ね。このパラパラパーンっていう、これがちょっとドライバーをその気にさせますよね。いや、僕はやっぱね、好きですね、このフィーリング。エンジンのサウンド、アクセルを戻した時のバリバリいう感じ、あとはこの微妙にこう25ミリ程よく下がったサスペンションと、このノーマルダンパーとのマッチングは、非常にいいと思います。このね、跳ねる軍祭でも非常にね、気持ちよく走れます。あとやっぱりこうフロントの入りがいいんで、それが乗ってて、やっぱこのスープラの楽しさですね。そして6気筒なんでフロントが重いっていう人もいるんですけど、やっぱりこのフロントの6気筒のエンジンのこうトルクフルな加速感は、僕はやっぱりスープラ6気筒だと思います。大好きです。さあ、それではマックスオリド90スープラ行ってみたいと思います。トルクとパワーはあるね、やっぱり6発はね。 DK インプレッション。もうちょっとこう四輪に仕事させようよ。ドリドリは A052 のニューで走行。ちょっとこう浮き上がるような感じだよね。グリップレベルが上がった分、セッティングが変わったか。タイムは伸びず27秒5。ぬるっとしてんだな、ステーリングセンター。もうちょっとしっかりさせましょう。速さはいいと思う、この340馬力で。その扱いやすい340馬力っていう感じ。車のバランスとしては合ってるんだけど、
四輪にもっと設置感が欲しいな。見た目はかっこいいんだけどね、車高が。だけどやっぱり性能的に運動性能だな、欲しいのは。四輪にもっと設置感を持たせてドライバーに安心感を与えるような、そういうセットにしてほしいな。まあまだまだね開発途中ですから、オリドスープラは。これシートやめた方がいいよ。これはね飛ばすシートではない、お姉ちゃんとデート用のシートだ。なんか腰と肩が安定しない。まだやっぱりオリドの車は開発途中な車だなっていう感じだよね。その四輪の設置性っていうかさ、一輪ずつみんな仕事してるから、四輪がどしっとこう設置面積を与えて仕事するっていうところまでは行ってないよね。だからステアリングセンターがこうふにゃふにゃしてて、なんかちょっとこう不安要素が大きいかなっていう感じ。まだまだこれからでしょ。はい、ではオリドさんのスープラ乗ってみたいと思います。ダンパーをちょっとハードにしたみたいです今。なんかちょっとリアに不安を感じるな。音いい。このぐらい欲しいな。バブリング、あれ気持ちいいんですよ。あれ高速とかでブーンプって戻した時にパパパパパパーンって言ってるとみたいな。ノブはドリドリの評価を聞いてセットを変更。ニュースープラはチューニングのベースとしてどうなのかを探る。さあタイムは28秒0。乗り心地はいいね。ダンパー今硬い方にしたけどそんなに硬くは感じない。なんかねブッシュなのかな、ちょっとこうサスペンションの取り付けてるところがこう動く感じがあるから、そこを攻めるのかどうか。そこをね固めるといろいろ快適性を犠牲にしてしまうかもしれないから、これはこれで乗り心地とスポーツ性のどちらを優先するかってところにもなるかもしれないな。しかし、スープラ RZ パワーあるね。ステアリングも切れば切った分曲がっていくし、スポーツカーだね。ナンバーついてるやつかっこいいな。足硬いですか。硬くはない。ノーマルも次行ってみます。一回ダンパーノーマルで走ってみて、うん、ちょっとうにゃうにゃするけどそっちの方が今この状態でも、こう加速していくときにブッシュなのか、ブッシュもうね、リアがこううにゃ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 してて、メンバーが動いちゃってる。そうそんな感じで、足の取り付けのところがちょっと気持ち悪いんだけど、でもそこを固めるとちょっと快適性が減ってきそうだし、どうするかってところだけど、でもまあすぐ慣れるっちゃ慣れますね。確かにブッシュが乗り始めにちょっと気になったけど、もう今はそんな気にならなくなってきたけど、ずっとねちょうどいやらしいところがずっと濡れてんだよね。
ルダンパーのセットを柔らかめに変更。さあどうか。このねステアリングを切り増ししたところとかすごく、応答してくれてね、そういう部分では非常に楽しいですね、カーブが。ほんでパワーもさすが3リッター、めちゃパワーあります。よく曲がるし、トルクもあるからすぐ加速してくれて、ここ濡れてるから嫌だな。タイムは27秒225。コンマ7秒タイムアップ。でも速いね。すごくよく曲がる。ハーフベッドで嫌な感じだけど、車はちゃんと暴れずに答えてくれる。いいじゃん。俺はもう慣れたんでこのままでいいですけど、ゴムブッシュをもうちょっとこうスポーツ方向にするかどうかだけですね。それをしたらもっとシャキッとするだろうけど、でもこの方が乗り心地が良さそうだし、まあ好みですね。ダンパーは今スポーツとノーマルと硬さの違いは多少出たけど、別にそんな味が大きく変わらなかった。どっちでも大丈夫です。最後にオリダーも試乗。なんと26秒台をマーク。いやさすがです。はい、それでは2台の評価をお願いします。せーのドン。点数があるんですね。低いですね、土屋さんの80点。これやりすぎじゃね？いや僕はね、サスペンションじゃなくて折戸さんの方はゴムブッシュがかなり気になったんですよ。弱い。なんか柔らかくてメンバー自体が結構こうずれちゃってるなっていう、そこをもうちょっとスポーティーなやつにすれば解決する感じがして、足自体は別にそんなことないなっていうふうな思ってこういう感じになりました。クスコさんのはすごく良かったですね。クスコのはね普通に誰でも乗れる、乗りやすい。癖がない。オリドンのね、ノーマルよりなんでこんなステアリングセーターなくなっちゃうのっていうぐらい。これだから初期の車なので、もしかしたらちょっと違うのかもしれないですね。僕の持ってる赤い車同じパート入っていますけど、こういうのないですね。ないの？ないです。もう一個持ってんの？もう一個ナンバー高いですね。僕クツコさん97。すごい良かったです。自分のも高いね。まあこんぐらいですね。音が良かったです。音とパワー3リッターのパワー感が。パワーはいいよね。はい。確かにこう乗り比べるとこのやっぱ2リッターと3リッターで結構キャラクター違うね。キャラクターがこんなに違うんだなっていうのは改めて思いましたね。2リッターのハンドリングはすごい楽しかった。2リッターの方いいね。ただパワーの差は歴然でしたね。パワーは全然違う。もうここから出てっただけで全然「はえー!」みたいなさ。だけどコーナー行くと2リッターの方は頭の入りがスッスッと入るから、なんか軽快で楽しいなっていう。軽さを感じましたね。そう。クツコさんのはね。総合的に言えるのは、スープラはノーズはよく入りますよね。切ったら切った分入っていって、で結構無理かけてアクセル踏んでっても、こうケツ出ないじゃないですか。そのフロントは入る、リアは食おうとするっていうのがすごく両者ともあったなと。でその中での味の違いがあるだけで、だから普通はなんか曲がらないとか、オーバーステアがとかってないですもんね。ない。俺的にはやっぱりもうちょっとちゃんとしたらっていう。だから伸びしろがありますね。伸びしろはある。まだだって鉄装車だからさ、これからじゃん。ね。だからそれを俺の車引っ張り出してきたわけだから、まあこれからもうちょっと頑張ればね、ステアリングもちゃんとしてさ、あとは四輪がちゃんと設置した安心感のある車に仕上げていけばいいんじゃない？まあただスープラというそのもの自体は結構いいですね。ベースとしてはそうだね。エンジン速いじゃないですか。よく曲がるじゃないですか。乗りやすい。だからあとは個々の味付けがまあ好きなようにどうぞですけど、
橋の味付けね。はもっともっと仕上げていけばよりもっとこの良さが多分生きてくる車ですよね。い、値段なりのポテンシャルは十二分にあるよね。と思います。500万。 500、600、700でしたっけ？そうですね。5、6、7とちょっとずつ上がってます。はい。そこで気になるのが、じゃあ2リッターターボの方と3リッターターボの方、どちらがおすすめですか？だからパワーだけ欲しいんだったら3リッターターボの方が全然いいよ。ここから出てっただけで、いいめっちゃいいみたいな、はいはいだけどコーナーで遊ぶんなら2リッターターボで十分、でもその好みでいいんじゃない？はい。津田さんはどちら？ 2リッターターボ。森田さんは？僕はまあ3リッターターボをおすすめしますけど、今回改めてまた2リッターターボをこういうところで走って、2リッター楽しいなっていうのは、やっぱりエンジン馬力はないけど、ハンドリングとかそういうのは2リッターはすごくいいですね。でもやっぱ街で走るんだったら3リッターのトルク感はすごい気持ちいいですよ。はい、今僕はこれを見てる人を代表してね、どっちを買ったらいいですかっていう相談で言ったのに、これはやっぱ答えが出ないですね。だから結構意外と同じ見た目のスープラでもかなりキャラクター違うと思う。2個買えばいいんだ。そういう手段もありかもしれないね。金ある人はそれでいいと思うよ。ね。で本当に大きく結構違う。結構86とかシルビアとかみたいな走りたいんだったら多分2リッターのがおすすめです。そうだね。でこうなんか街をこう優雅にこうクルージングで楽しみたいっていう人は絶対3リッター。谷口はどっちがいいんだよ。僕は本気の話しますよ。本気というか本音。僕自分の車でもうどっかに走り行くってことがまあ仕事柄ないんですよ。なのでもしスープラ持つとしたらやっぱ3リッターですね。移動に使うと思うんで。俺と同じか。あれ変わりましたね。間違いない。それが本当の答えで、もう僕もほらさっきと走るとかそんなのないじゃないですか。やっぱり普段乗るんだったら絶対3リッター最高です。でコツコツチューニングしていく人は2リッターターボの方が面白いと思います。楽しみたいモータースポーツを楽しみたい人は2リッターかなと思いますね。